皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。AI ってよく聞くけど、結局何？機械学習って難しそうといった疑問をお持ちではないでしょうか。大丈夫です。今日でそのモヤモヤを解消しましょう。この動画では、AI の第一歩として、機械学習の超入門を Google コラボで体験していきます。難しい数式は使いません。直感的に理解することを目指しますので、ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目的は大きく3つあります。機械学習の基本の考え方を理解する。Google コラボで実際に動かす体験をする。AI の面白さに触れ、次の学習への一歩を踏み出す。難しい数式は使いません。直感的に理解することを目指します。なぜ今、機械学習がこれほど注目されているのでしょうか。身近な AI の例を挙げてみましょう。スマートフォンの顔認証や音声アシスタント、EC サイトのおすすめ商品、迷惑メールの自動判別など、私たちの生活に AI は深く関わっています。そして、その AI の中心にあるのが、機械学習なのです。では、機械学習とは一体何でしょうか。機械学習とは、データから自動でルールやパターンを見つけ出す技術です。人間が一つ一つルールを教えるのではなく、機械が経験データから学ぶイメージです。例えば、これは犬、これは猫と教え続けると、新しい画像でも犬と猫を判別できるようになる、といった具合です。具体例でイメージをつかんでみましょう。例として、家の価格予測を考えてみます。データ、広さ、築年数、駅からの距離、過去の価格など。学習、過去のデータから、広さが広いほど高いなどの関係性を見つけ出します。予測、新しい家の情報から価格を予測します。このように、機械学習はデータからパターンを学び、未来を予測するのに役立ちます。人間の学習と機械学習には、似たようなプロセスがあります。人間、経験から知識やスキルを得て、新しい状況に対応します。機械学習、データからモデルルールを作り、新しいデータに対応します。つまり、機械学習は、人間が学ぶプロセスをコンピューターで再現しようとするものなのです。機械学習には大きく分けて3つの種類があります。ざっくりと説明します。教師あり学習スーパーバイズドラーニング、これは、最も一般的で直感的に理解しやすい学習方法です。機械に、入力データとそれに対応する、正しい答え正解データのペアを大量に与えて学習させます。例えるなら、先生正解データが生徒機械に問題と答えを教えているようなものです。教師なし学習アンスーパーバイズドラーニング、この学習方法では、正解データがありません。機械は与えられた入力データの中から、隠れたパターンや構造、類似性などを自力で見つけ出します。先生がいない状態で、生徒が自分で教科書を読んで法則を発見するようなイメージです。強化学習リインフォースメントラーニング、これは、機械が試行錯誤を繰り返しながら、より良い行動を学習していく方法です。エージェント機械が環境の中で行動し、その行動の結果として、報酬を得たり、罰を受けたりすることで、最終的な目標を達成するための最適な行動戦略を学んでいきます。ゲームをプレイして、成功するたびにポイント報酬を得て、失敗するとポイントを失うことで、より上手なプレイ方法を学ぶのに似ています。今回は、最もよく使われる、教師あり学習に焦点を当てていきます。教師あり学習とは、入力と出力正解のペアを機械に教える学習方法です。例を挙げると、入力が広さ、築年数で、出力が価格。入力がメール本文で、出力が迷惑メールか否か。といった形です。まさに、先生正解データがいる学習とイメージしてください。補足として、教師なし学習についても簡単に触れておきます。教師なし学習とは、正解データがない状態で、データの中から隠れたパターンや構造を見つけ出す学習方法です。例えば、顧客の購買履歴から、似たような購買行動をするグループを見つける、顧客セグメンテーションや、ニュース記事を内容で自動的に分類するといった用途があります。
今回は扱いませんが、これも AI の重要な分野です。今回、Google コラボを使って機械学習を体験するメリットはたくさんあります。環境構築不要、ブラウザーがあればすぐに始められます。無料、高性能な GPU も無料で使えます。共有が簡単、作ったコードを URL で共有できます。面倒な準備は一切なし、すぐに AI を動かせます。これがコラボの最大の魅力です。今回使うデータセットは非常にシンプルです。ある架空の商品の広告費と売上の関係を予測するモデルを作ります。このデータから広告費が増えれば売上も増えるという関係を見つけ出します。早速コードを見ていきましょう。まずは必要なライブラリーをインポートします。Pandas、データを扱うためのライブラリーです。NumPy、数値計算のためのライブラリーです。Matplotlib.pyplat、グラフを描くためのライブラリーです。Scala Linear Underline Model.Linear Regression、今回使う機械学習モデル、線形回帰のライブラリーです。Japanize Underline Matplotlib、グラフの日本語表示を可能にするライブラリーです。これは初回のみインストールが必要です。これらのライブラリーをインポートすることで、Python で機械学習を行う準備が整います。次に、実際にデータを作成し、その内容を確認してみましょう。ここではサンプルデータをプログラムで作成します。広告費のデータは1万円から10万円までを想定し、売上個数は広告費に比例しつつ、少しランダムなノイズを加える形で生成します。ノイズは正規分布に従い、平均値0、標準偏差3、個数は広告費の数とし、基準値5を加えて作成します。売上個数は以下にならないように調整し、整数化しています。作成したサンプルデータは Pandas のデータフレームとして DEF に格納します。プリント DEF とプリント DEF.info を使って、データの中身や型、欠損値の有無などを確認できます。機械学習を行う上で、データを特徴量とターゲットに分ける必要があります。特徴量 X、予測に使うデータです。今回は広告費がこれにあたります。ターゲット Y、予測したいデータです。今回は売上がこれにあたります。コードでは X イコールで EF 広告費で広告費を特徴量として抽出し、Y イコールで EF 売上で売上をターゲットとして抽出します。機械学習では予測に使うデータを特徴量、予測したいデータをターゲットと呼びます。この概念は非常に重要なので覚えておきましょう。今回は最もシンプルな予測モデルの一つである線形回帰を使います。線形回帰はデータが直線的な関係にある場合に、その直線をデータから見つけ出すモデルです。広告費と売上の関係のように、一方が増えればもう一方も増えるといった直線的な傾向がある場合に非常に有効です。コードは非常にシンプルで、モデルイコールリニアリグレッションと記述するだけで、線形回帰モデルを準備できます。いよいよ機械にデータを学習させます。モデル .fitx y という一行のコードで、準備した特徴量 X とターゲット Y を使ってモデルを学習させます。この一行を実行することで、機械がデータから最適な直線のルール、つまり広告費と売上の関係を表す直線の傾きや切片を見つけ出してくれるのです。学習したモデルを使って、新しいデータまだ知らない広告費から売上を予測してみましょう。例えば、広告費が5万円だったら、売上は何個になるでしょうか。モデル .predict 新しい広告費という形で予測を実行します。コードでは、new _ad _cost イコール np.array5 で予測したい広告費5万円を設定し、predicted _sales イコールモデル、predict new _ad _cost で予測を実行します。そして、予測された売上個数を表示しています。学習したモデルがどれだけ正確に予測できているか、グラフで可視化して確認してみましょう。このグラフは、広告費と売上の関係性を示しています。青い点は、実際の売上データです。赤い破線は、学習したモデルが導き出した予測直線です。緑色の×印は、
広告費5万円の場合の予測売上個数を示しています。このように、グラフを使うことで、モデルの予測がデータにどれだけフィットしているかを視覚的に理解することができます。それでは、このグラフを描画するためのコードを見ていきましょう。まず、plt.figure_6、4でグラフのサイズを設定します。次に、plt.scatterx、y、カラー=ブルー、ラベル実際の売上データで、実際のデータ点を散布図としてプロットします。色は青、ラベルは、実際の売上データです。そして、学習したモデルの回帰直線をプロットします。モデルが学習した直線は、特徴量 X の最小値から最大値までの範囲で予測値を計算することで描画できます。X アンダーラインレンジとして X の最小値と最大値を取得し、モデル、プリディクト X アンダーラインレンジで対応する Y 座標の範囲、つまり予測値を求めます。この計算された X アンダーラインレンジと Y アンダーラインプレットアンダーラインラインを使って、PLT、プロット X アンダーラインレンジ、Y アンダーラインプレットアンダーラインライン、カラーレッド、ラインズタイル=−−、ラベル予測直線学習済みモデルで赤い破線として予測直線をプロットします。これがモデルにより計算された予測直線となります。予測点もプロットします。PLT スキャターニューアンダーライン AD アンダーラインコスト、プリディクティッドアンダーラインセールスアンダーラインニュー、カラーグリーン、マーカーX、S=200、ラベルF 予測点広告費はじめ中括弧ニューアンダーライン AD アンダーラインコスト00を割り中括弧万円で、新しい広告費での予測点を緑色の×印で大きく表示します。また、plt.text を使って、この予測点のそばに予測された売上個数を表示し、視覚的にわかりやすくしています。最後に、グラフのタイトルと軸ラベルを設定します。plt. タイトル広告費と売上の関係性、フォントサイズ=16でタイトルを、plt. 比べる広告費万円、フォントサイズ=14と plt. ラベル売上個、フォントサイズ=14で軸ラベルを設定します。グリッドを表示し、判例を表示することで、グラフの情報をよりわかりやすくします。そして、plt. 書でグラフを表示します。今回は線形回帰モデルの利用について説明します。線形回帰モデルは、データ分析の手法の一つで、目的変数と説明変数の関係性を直線的なモデルで表現する手法です。目的変数 y 予測したい、あるいは分析したい対象の変数と説明変数、x 目的変数に影響を与えていると考えられる変数に、直線的な関係があると仮定し、その関係を最もよく表す、直線の方程式をデータから見つけ出すのが線形回帰モデルです。それではプログラムを説明していきたいと思います。最初に必要なモジュールをインポートしていきます。パンダス、ナンパイ、リニアリグレッション、これは機械学習モデルです。そしてグラフを作成するためのマルチプリブ、日本語表示するためのジャパナイズマトプロッティブをインポートします。ジャパナイズマトプロッティブを使うには、最初にこのモジュールをインストールしておく必要があります。次にデータを入力します。ここではサンプルデータをプログラムで作成します。サンプルデータは、広告費と売上個数のデータで構成されます。広告費は、np. アレンジ関数を使用し1から10までの数を作成します。それを AD コストに入力します。次に、売上、個数のデータを作成します。広告費を10倍し、少しランダムなノイズを加えます。ノイズは正規分布に従い、平均値0、標準偏差算、個数は広告費の数とし、基準値5を加えて作成し変数セールスに代入します。セールスは0以下の場合は0と設定し、さらに小数点以下を四捨五入した上で整数化します。作成したサンプル値は、18行目でデータフレームとして DF に取り込みます。次に特徴量、説明変数 X とターゲット、目的変数 Y を設定します。X はデータフレーム DF の広告列、また Y はデータフレーム DF の売上列とします。次はモデルの選択と学習を行います。
最初に変数モデルにライナーリグレッションつまり線形回帰モデルを設定します。次にモデル .fit に引数として x と y を設定します。これを行うことによってモデルの学習を実行します。次にこのモデルを使用して新しい広告費で売上を予測します。新しい広告費ニューアドコストとして29行目のように、アレイ関数を使用して広告費5万円の時の値を代入します。次に31行目で変数プリディクティッドセールスニューの中にモデル .predict 関数を使用して引数ニューアドコストを設定すると売上高が予測されます。次はグラフを使用し可視化を行っていきます。スキャター関数を使ってサンプルの x と y をプロットしていきます。プロットするマーカーはブルーとしてラベルを実際の売上データとします。次に学習したモデルの回帰直線をプロットします。x のデータ範囲を x レンジとして、アレイ関数を使用して、x の最小値、x の最大値を広告費から取得します。そして、この x レンジをモデルにプリディクト関数を適用することによって y 座標の範囲 y プレットラインを求めます。このように計算された x レンジと y プレドラインは、48行目で赤いラインとして描かれます。これがモデルにより計算された予測直線となります。次に予測点をプロットします。52行目でニューアドコストとプリディクティッドセールスニューをグリーンで×印として表示します。またこの予測点のそばに、54行目で売上個数を表示します。最後は、グラフのタイトルと軸ラベルを設定してグラフを表示します。それでは実行してみましょう。するとこのようなグラフが作成されました。青の点はサンプルのプロットです。また赤い線は予測線を示し、×印は広告費5万円の予測売上個数を示しています。今回の動画で学んだことをまとめましょう。機械学習は、データからルールを学ぶ技術であること。教師あり学習の基本的な考え方、特に特徴量とターゲットについて理解できたこと。そして、Google コラボを使って、データ準備、モデル学習、予測という一連の機械学習の流れを実際に体験できたこと。これで AI の面白さに触れ、次の学習への一歩を踏み出せたのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。